今回の動画はマレーシアの首都クアラルンプール3日間の旅の Vlog です。多民族国家マレーシアでは様々な宗教や文化が共存しています。ここでしか見られない日本とは違った景色をぜひお楽しみください。日本から飛行機で約 7,8 時間の場所にある国、マレーシアにやってきました。独自の文字が使われていたり、イスラム教の方も多いことから、空港に着いた時からかなり異国に来た感を感じます。さて、これからクアラルンプールの中心地に移動するのですが、タクシーを利用する場合は、グラブからの予約を強くお勧めします。ぼったくられる心配はないですし、オンラインで支払えて便利なので、マレーシアだけではなく、東南アジア旅行に行く方にはマストだと思います。ただ、クアラルンプール空港のタクシー乗り場はかなりカオスでした。グラブのピックアップ場所にいてもタクシーはなかなか来ず、何度もメッセージのやり取りや電話をした結果、混雑しすぎて別の場所で待っていたタクシーを発見しました。ドライバーに自分の位置がわかる画像を送るなどしてやり取りをするといいでしょう。ちなみに Google マップ上では1時間の道のりでしたが、夕方で混雑していたことも相まって1時間半ちょっとかかりました。大きな荷物がない方、海外の公共交通機関に慣れている方、ホテルを駅の近くで予約している方は電車を使った方がいいかもしれません。クアラルンプールの象徴ともいえるペトロナスツインタワーも見えてきました。ホテルにチェックインして少し休んだら晩ご飯&ツインタワー観光に行きます。ちなみにクアラルンプールは宿泊費が非常に安く、この部屋も2人で1泊あたり3,700円でした。晩ご飯はこのザ・ローカルなレストランでいただきます。今回はおかず4品とご飯2人前のセット35リンギットを注文。フレッシュジュースもつけて1人700円ちょっとぐらいでした。単品で頼むと1品約70円からぐらいでした。このヘロールダダールという卵を揚げた感じの料理が一番美味しかったです。初めてのマレーシア料理を楽しんだ後はペトロナスツインタワーへ向かいます。近づくにつれてタワーがいかに大きいかを実感しました。個人的にはドバイのブルジュハリファを見た時と同じぐらい感動しました。特に夜訪れるのがおすすめです。この日はブルーモスクを訪れる予定だったのですが、運悪くこの日は金曜日。行くことを予定していた午後は観光客を受け入れていないと発覚しました。そのため、この旅でのブルーモスク観光を諦め、近隣で訪問可能なモスクに行くことにしました。そのモスクのツアー開始時刻に合わせ、それまで街歩き、モスクや教会などの宗教施設を訪れる際は、礼拝やミサの時間を事前に調べておくのがいいですね。まずやってきたのは、ローカルっぽいお店からお土産屋さんまで様々なお店が連なるセントラルマーケットです。ザ・マレーシアなお土産も民族衣装も普段使いの雑貨も幅広い品揃えで見ているだけでも楽しいです。
設内のフードコートでは様々な国の料理を楽しむことができます。ローカルレストランより値段は高めですが、何より清潔感があります。マレーシア人の友達におすすめされた国民食ナシレマンに初挑戦。ココナッツミルクで炊いたご飯を添えられたソースやキュウリ、ピーナッツと一緒にいただきます。この料理が質素な見た目によらずすごく美味しく、このソースだけで何杯でもいけそうで感動しました。すごくおすすめです。食事が終わったらクアラルンプール屈指の映えスポットを求めチャイナタウンへ。目的地はこちら。入り口にあるこの橋を渡ると、1960年代のチャイナタウンにタイムトリップできるノスタルジックな場所に到着です。壁には昔の人たちの生活を感じる温かい絵が描かれています。素敵な場所なので人も結構多いですが、おすすめの場所です。さて、チャイナタウンからグラブで約15分のモスクにやってきました。モスクが開く時間に合わせ、建物に向かって右側の入り口から入ります。貸し出し用のローブはとても清潔で、袖のデザインがとても可愛かったです。ヒジャブを巻いてもらったらツアースタート。イスラム教の基礎的な考え方、モスクの役割、教えがモスクのデザインにどう反映されているのかなど、教えていただいたことすべてが知らなかったことばかりでとても興味深かったです。そして、このモスクの大きな見どころの一つが、この大きなアーチ。細やかな幾何学模様や植物デザインの色使い、アラビア文字など、このアーチのすべてが美しかったです。そして礼拝堂の中へ。主に白とベージュでまとめられている中で、たまに青が差し色で入っているのがとても美しいです。ちなみに、礼拝の時にカーペットに沿って並ぶと、メッカの方向に向くようになっているそうです。教えていただいたイスラム教の教えに関して、根本の部分で理解できていないこと、捉え方の差異、言葉のニュアンスの違いがあることが考えられるので、ここでの明記は避けます。ただ、自分と違う宗教の人がどう考えて何を信じるのかということに触れることができて、本当に有意義な時間でした。穴場のモスクだと思うので、興味がある人は足を運んでみることを強くお勧めします。さて、2日目最後の目的地はヒンドゥー教の聖地、バトゥー洞窟。バトゥー洞窟なので、あくまでも洞窟がメインと思われますが、まずこの巨大な黄金の像に目を奪われます。この像は高さ42メートルで、ムルガン神という神様をかたどった像では世界最大なのだそうです。では早速洞窟に向かっていきます。バトゥー洞窟もヒンドゥー教の宗教施設なので、露出の多い服装は避けましょう。洞窟までの階段は272段あり、角度も急なので高所恐怖症にはちょっと厳しかったです。洞
洞窟周辺には野生の猿が生息しているので、食べ物、飲み物はしっかりしまっておきましょう。頂上に近づくにつれ、洞窟の巨大さが実感できます。さすがはヒンドゥー教の聖地、神聖な空気感と自然への依附を強く感じました。クアラルンプール3日間の旅、最後の目的地は中心部からグラブで約30分のピンクモスクことプトラモスクです。この特徴的な美しいピンク色のモスクが湖畔に立っているということで人気の観光地となっています。大人気のモスクということもあって、オープン前から大勢の人が並んでいました。入り口でガウンを借りたら、早速ピンクモスク見学スタートです。幾何学模様のデザインが多い、礼拝を呼びかける塔があるといったモスクとしての特徴は共通しているのですが、作りや雰囲気が昨日訪れたモスクと全く違い、興味深かったです。そして一番楽しみにしていた礼拝堂の中へ。今まで訪れたことのあるモスクの中でも、ここのモスクは特にメルヘンな色使いで、美しいと可愛いが共存していました。今回2泊3日で訪れたクアラルンプールですが、まだまだ行ってみたい場所、食べたいものがいっぱいあります。今回の旅で訪れて大好きな場所になったので、また絶対訪れるだろうと確信しています。皆さんもぜひ、この多様な文化、宗教の交差点であるマレーシアを訪れてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。